マンネリ解消、お弁当4日間。乗せて焼くだけ？簡単、ささみのたらこチーズ焼き弁当を作ります。まず、冷凍してあるかぼちゃをレンジで温めます。600ワットで2分温めました。ブロッコリー、きれいに洗って水につけておきます。芯も使います。実家からさつまいもをたくさんもらったので、レモン煮やまん丸スイートポテトにして冷凍してあります。毎朝のお弁当作りにとても助かっています。さつまいものレモン煮も600ワットで2分温めます。たらこはほぐしておいて、お芋ホクホク。ブロッコリーも温めよう。ささみの筋を取り、半分に切ります。いろいろな筋の取り方があるけれど、ママは包丁で削いでいく派です。塩コショウを振り、パサつかないように米粉をまぶして、マヨネーズとたらこをのせて、チーズをかけます。粒マスタードが好きで、この日もマスタードとオリーブオイル、塩コショウを混ぜます。レンジで温めたかぼちゃとブロッコリー、粒マスタードソースをかけて、トースターで焼きます。卵に白だしとみりんを少しずつ。三つ葉がとても安かったので、洗って冷凍しておきました。だし巻き卵に三つ葉とカニカマを入れると、なんとなく茶碗蒸しの雰囲気が出て、娘が喜びます。実は、この動画は先週投稿予定でしたが、突然パソコンが壊れて初期化することになり、心が折れました。なんとかセーフモードでバックアップを取りましたが、なぜか音や画質が変になってしまいました。見づらいところがあると思います。ごめんなさい。パソコンとかカメラとか機械に弱いのです。よし、卵焼きもささみも焼けたよ。冷めたら詰めます。ささみに乗せて焼くだけ。簡単なのにとても美味しい。お弁当にぴったりのおかずだね。ささみはお財布にも優しいし、お弁当の強い味方だね。さつまいもは調理してから冷凍してもレンジで温めるとホクホクです。最近酢の物がとても食べたくて、前日の夜にレディーサラダ大根を酢漬けにしました。ク
くるくる巻いてお弁当に詰めます。色が華やかだね。完成。簡単で美味しいから作ってみてね。クリスマスのお弁当を作ります。じゃがいももたくさんもらいました。とてもありがたいです。さっと水にさらしてから柔らかくなるまでレンジで温めます。レンコンを5ミリ幅くらいの輪切りにして、雪の結晶みたいに見えるようにしていきます。まず穴の下を切り落として、残りの部分の真ん中を三角の角がある型で少し抜きます。クリスマスの日のサラダにのせるとかわいいね。レンコンは酢水につけておきます。ズッキーニと人参をピーラーでピラピラにして、じゃがいもは熱いうちに潰します。豚バラ肉に塩コショウを振り、ズッキーニと人参を乗せて、ここにチーズを乗せても美味しいよ。くるくる巻きます。米粉をまぶしました。焼いていきます。丸めていない肉と野菜も少し焼きます。レンコンは2分くらい茹でます。卵に白だしとみりんを少しずつ混ぜて、巻いていないお肉に塩コショウ、ズッキーニと人参も何枚か焼きます。レンコンの後にウインナーも茹でよう。火が強くて卵焼きに焼き色がついちゃったので、きれいな面を上にしよう。あとはくるくる肉巻きに火が通ったら焼肉のタレで味をつけて完成。ご飯に鰹節といりごまをのせ、醤油を少しかけたら海苔をかぶせます。じゃがいもにマヨネーズと塩少々を混ぜて、小さく丸めます。雪だるまにするのでもう一つ。
ちなみに、こんな風にトースターでも作れます。豚バラ肉に人参とズッキーニを乗せて、ズッキーニ乗せすぎました。欲張っちゃったね。くねくね折り曲げて、ピックで刺してみます。形を整えて、ウインナーを刺したら完成。クリスマスツリーに見えるかな？お弁当箱に詰めます。卵焼きに細く切ったカニカマを乗せて、マヨネーズでくっつけたら、ピックを刺してプレゼント風にしました。雪だるまを作ります。まず、マヨネーズで顔を描いて、海苔やあられを乗せていきます。カニカマのマフラーを巻いてあげよう。ウインナーの帽子をかぶせたら雪だるま完成。醤油差しにレンコン用のドレッシングを入れました。長芋の肉巻きフライ弁当を作ります。この日も酢の物が食べたくて、きゅうりを半月切り。塩をまぶしておきます。わかめも水で戻します。最近、お弁当がマンネリ化していたので、いろいろと作ってみています。思いつきで作ってみるのが楽しい。冷凍してあるスイートポテトを600ワットで2分温めました。長芋が安かったので肉巻きにしよう。細い長芋を縦に4つに割って、梅干しを叩きます。梅干しや大葉が苦手ならチーズや海苔がおすすめです。長芋に米粉や薄力粉をまぶして、豚バラスライスに塩コショウ、梅干しを薄く塗り、大葉を乗せたら、長芋に巻きつけます。しっかり密着させて米粉をまぶしたら、このまま焼いて照り焼き味にしてもいいし、パン粉をつけてもサクッと美味しい。この日は衣をつけて揚げ焼きにしました。横着をして卵液をかけちゃいます。朝は時間に余裕がないからいいの。パン粉をつけたら揚げ焼きにします。オリーブオイルにニンニクを少しすりおろして、ブロッコリー、輪切り唐辛子も少し入れて、
ペペロン風にします。残った卵液に白だしとみりんを少しずつ混ぜて卵焼きも作ろう。お肉と卵の箸は違う箸を使います。ブロッコリーが焼けたら塩コショウで味を整えます。よし、全部焼けました。ぎゅっと水気を絞ったきゅうりとわかめにカニカマも加えて簡単酢を和えます。今年ももう終わりですね。1年があっという間で12月になるといつもびっくりします。やらなきゃいけないことがたくさんあるのに何もできていないような焦る気持ちになってしまいます。皆様、どんな1年でしたか？酢の物は油分水分吸い取るおかずカップに入れます。小さな容器に調味料を入れるときは本体を押して空気を抜くとこぼさず入れられます。長芋と梅の美味しい肉巻きです。ナスと豚バラの串焼き弁当を作ります。まずは卵焼き用に洗った三つ葉を600ワットで1分温めます。ナスを5ミリ幅くらいに薄く切ります。塩を少し振り、しんなりさせてアク抜きをします。三つ葉はさっと冷水にさらして水気を切りました。じゃがいもがたくさんあるのでこの日も使います。柔らかくなるまでレンジで温めます。お肉を触る前に粉を出しておくと楽だよ。ナスから出た水気をキッチンペーパーで拭いて、ナスは油やタレが絡むと照りとろで美味しいので、ナスを外側にしたい。真ん中に豚バラ肉を挟んで、くねくねと折り曲げて、串で刺してみました。これなら、ナスが内側にならずに、タレが絡むね。ナスで豚肉を挟んで、くねくね、波打つように折ります。米粉や薄力粉をまぶして、焼きます。じゃがいもは熱いうちに潰します。ブロッコリーを蒸し焼きにしながら、冷凍してある人参をごま油で炒めて、じゃがいもにチーズと塩コショウを混ぜ、平らに広げたら、ウインナーを入れて包みます。
米粉をまぶして、揚げ焼きにしました。ナスに料理酒とみりん大さじ1ずつと砂糖小さじ1、醤油小さじ2を加えます。人参はたらこ炒めにしました。ナスがテリテリになったら出来上がり。人参のたらこ炒めも取り出して、ポテトは転がしながら焼きます。今日は久々に卵焼きで遊ぼう。まずはいつものように焼いて、かわいい卵焼きの動画をいくつか投稿しているので、興味のある方は見てみてね。最後の一巻きの前に一度火を止めて、今回はクリスマスっぽく赤と緑のチェックにしてみよう。カニカマと三つ葉を好きなように置きます。うまくできるのかな？どうかな？楽しいね。だんだん雑になってきたね。最後の卵液を入れて火をつけます。お？どうかな？出来たては卵が膨らんでいるのでこんな感じですが、冷めると模様がくっきりします。ブロッコリーには塩昆布、ごま油、いりごまを和えます。冷めると模様がいい感じです。卵焼きはいろいろ可愛くできて楽しいね。今回はクリスマスをイメージしたよ。ナスと豚バラの串焼きもクリスマスピックに差し直します。ピックかわいい。急いで詰めよう。このチーズ入りウインナーポテト、おいしい。家族にも好評だったので、時間があるときにたくさん作って冷凍しました。ナスの豚バラ串とトマトを入れたら完成。わあ、おいしそう。ナスが照りとろでご飯も進みます。ファストチャンネル、今日のご飯何？で、りょこキッチンの動画も放送されています。僕も出てる？ご視聴ありがとうございます。またね。